では、ブルーホワイトセレクションについて説明します。僕たちがある遺伝子を大腸菌の中に入れたい。で、その遺伝子が入った大腸菌だけを選び取りたい。選別したい。そんな時に、このブルーホワイトセレクションという方法が取られることがあります。では、遺伝子 A という遺伝子を大腸菌に導入する。そんな実験を想定します。遺伝子 A のベクターにはプラスミドを使います。ベクターっていうのは遺伝子の乗り物っていうイメージね。今回はこんな図に書かれたようなプラスミドを使います。今はね、いろんな便利なプラスミドが市販されてます。このプラスミドにはアンピシリンの作用を抑える遺伝子が載ってます。アンピシリンの作用を抑える遺伝子はアンピシリン耐性遺伝子とも呼ばれます。アンピシリンっていうのは大腸菌を死滅させる薬剤です。アンピシリンの作用を抑える遺伝子は、そのアンピシリンから大腸菌を守ってくれるんだね。それと下の方にね、ベータガラクトシダーゼの遺伝子って書いてあるけど、これはちょっとね、後の方に出てくるから、ちょっと今は置いておこう。では、遺伝子 A を大腸菌に導入する実験を進めていきます。まず、制限酵素。ね、これは DNA を切るハサミのような酵素だね。それと DNA リガーゼ。ね、これは DNA 同士をくっつける糊みたいな酵素だね。これら制限酵素と DNA リガーゼを使って遺伝子 A をプラスミドに組み込みます。ここでのポイントは、遺伝子 A が組み込まれる場所は、ベータガラクトシダーゼの遺伝子の内部だということです。遺伝子 A が組み込まれると、ベータガラクトシダーゼの遺伝子は分断されて破壊されてしまいます。なんだかよくわかんないそのベータガラクトシダーゼの遺伝子っていうのが壊れちゃっていいのって思うかもしれないけど、これが後々役に立つんだね。そして遺伝子 A が入ったプラスミドを大腸菌の中に入れる。今回、大腸菌の中にもともとあった DNA は図には描いていません。これが僕たちが行いたい実験の理想的な流れです。なんだかこう聞くと簡単そうに思えるよね。ただ、いくつか問題があって、遺伝子 A をプラスミドに組み込むぞと思っても、遺伝子 A が組み込まれない、組み込まれなかったプラスミドも出てきてしまいます。こいつだね。遺伝子 A が組み込まれなかった失敗作のプラスミドだ。だから、プラスミドを大腸菌に入れるときも、例えば遺伝子 A が入ってないプラスミドが入っちゃう大腸菌もある。丸1番だね。また、そもそもプラスミドを受け取らない大腸菌もある。丸3番だね。僕たちが欲しいのは、遺伝子 A が乗ったプラスミドが入った大腸菌だ。つまり、丸2番の大腸菌が、今僕たちが欲しい大腸菌だ。まあ、とりあえず、培地に大腸菌巻いて、後から丸2番を選べばいいかと思って、何にも考えずに培地に大腸菌を巻いて生育させると、こんなね、これが培地ね。これが培地。培地に、たくさんコロニーができてくる。ね、たくさんコロニーができてくる。でもこれ、どのコロニーの中に丸2番がいるのかわからないんだね。実際、丸3番のような大腸菌がものすごくたくさん生育してきます。我々が欲しいのは丸2番なのに、どこに丸2番がいるのかわからない。実は僕たちはこの時のために、はじめにこのプラスミドをベクターとして選んだんだ。さあ、丸2番を選別する方法を見ていこう。培地に少し工夫をします。X ギャルという物質とアンピシリンという薬剤を含む培地で大腸菌を培養します。そうすると、こんな風に白いコロニーと青いコロニーが現れます。まず、培地にアンピシリンっていう薬剤が入っているので、この培地では丸3番の大腸菌は生育することができません。アンピシリンは大腸菌を死滅させる薬剤です。丸1番と丸2番の大腸菌はアンピシリンの作用を抑える遺伝子を持っているので、この培地でも生育することができます。次にこの X ギャルという物質。これはね、
通問題文で説明されるから暗記する必要はないけど、X ギャルっていうのは、ベータガラクトシダーゼの基質の一つで、ベータガラクトシダーゼによって分解されて、青い物質を生じます。ベータガラクトシダーゼっていうのは酵素の一種で、ベータガラクトシダーゼがあると、X ギャルが分解されて青い物質が生じます。コロニーが青くなったってことは、そこにベータガラクトシダーゼがあったってことだ。だから、青いコロニーにいる大腸菌は、丸一番の大腸菌だね。ベータガラクトシダーゼの遺伝子を持ってる大腸菌。それが青いコロニーにいる大腸菌だ。一方、ベータガラクトシダーゼがない場合は、コロニーが白くなる。丸2番の大腸菌が持っているプラスミドでは、ベータガラクトシダーゼの遺伝子が壊れてしまっている。遺伝子 A が入って分断されて壊れてしまっている。だから、ベータガラクトシダーゼの遺伝子を持たない丸2番が生育するコロニーは白色になるんだね。いやいや、丸3番の大腸菌のコロニーも白くなるよって思うかもしれないけど、もう一回確認すると、この培地にはアンピシリンが入ってるから、アンピシリンの作用を抑える遺伝子を持たない丸3番はそもそも生育できなくて、コロニーを形成できないんだね。ということで、我々は目的の丸2番の大腸菌を選別することができたわけだね。X ギャルとアンピシリンが入った培地で白色のコロニーを形成している奴ら。そいつらこそが我々が欲しかった丸2番の大腸菌なんだ。では、例題も見ていきましょう。さっきの実験でアンピシリンを培地に加え忘れてしまったとする。そうすると、さっきの結果と比べて何色のコロニーが培地に増えると考えられるか。培地にはアンピシリンが入ってない。だけど X ギャルは入ってます。ね、さっきと比べてどんなコロニーが増えるかな。では、例題の答え見ていくと、さっきと比べて増えるのは白色のコロニーだよね。スライドの右側には前回のさっきの実験の結果が書かれています。左側には今回のアンピシリンを培地に加え忘れてしまった場合の実験の結果が書かれています。確かにアンピシリンを加え忘れてしまった場合は白いコロニーが増えてるよね。なんで白色のコロニーが増えるのかっていうと、丸3番のプラスミドを受け取らなかった丸3番の大腸菌も生育してしまうからだよね。アンピシリンが培地に入っていなければ、アンピシリンの作用を抑える遺伝子を持たない丸3番もなんだアンピシリンねえじゃんみたいな。別にじゃあ、俺だって生育できるんだけどって言って生育してきてしまうんだね。で、丸3番の大腸菌は白色のコロニーを作ります。丸3番の大腸菌はベータガラクトシダーゼの遺伝子を持たないので、培地に X ギャルがあっても白色のコロニーを作ることになります。ちなみに、左側の図、今回の実験結果だけど、これ丸2番と丸3番を書き分けてるけど、もちろん、今回の実験結果だけを見て、丸2番と丸3番を見分けることはできません。だから、培地にアンピシリンを加えておく必要があるんだね。培地にアンピシリンが入っていれば、丸3番は生えてこないからね。では、お疲れ様でした。もう一度復習してみてください。